不動産屋さんの怪談です。今回はうちの社長が顧客の方から聞いた体験談です。その顧客の方を仮に清瀬さんとしておきます。清瀬さんは今はもう隠居生活をされていますが、現役の頃は東京で文具の営業の仕事に就いていたそうです。これは今から数十年前の清瀬さんがまだ40代の頃のお話です。当時清瀬さんは販路を拡大するために遠く群馬県まで足を伸ばしていました。他の人はそこまで遠く営業に行くことはなかったのですが、仕事熱心な清瀬さんはそんな遠くまで営業活動を広げていました。そんなある日、群馬県の A 市を回っていた時でした。ついつい時間がかかってすっかり遅くなってしまったそうです。その上雨も降ってきました。清瀬さんはもうこれから東京に戻るのも大変だったので、どこか安く泊まれるところはないか探してみることにしました。でも近辺をぐるぐる探したのですが、すでにお店も閉まっており、簡単には泊まれる施設は見つかりませんでした。当時はネットなどない時代でしたから、地元の人に聞くしかなく、そこで清瀬さんはちょうど良いスナックがあったので、そこで少し飲んで、ついでにどこかに宿がないか尋ねることにしました。するとそのスナックのママさんが、この辺だとたった一軒民宿があるだけですよ、と言って近くの古い民宿を紹介してくれたそうです。そこで早速清瀬さんはその民宿に行くと、なるほど古い古民家の宿でした。どうやら部屋も空いているようで、清瀬さんはほっと安堵し、宿の亭主に部屋まで案内されました。そこは薄暗く古い感じでしたが、普通の畳の部屋で、すでに布団が一組折りたたんであったそうです。清瀬さんは一日の疲れとお酒が入っていたのとで、すっかり眠くなっていたので、そのまますぐ布団を広げて横になったということでした。そしていつの間にかうとうとと眠りに入っていたようでした。するとしばらくして、ポタンポタンという水滴のような音が清瀬さんの頭の先で聞こえてきました。半分寝ぼけながら清瀬さんは、何の音だろうと思いました。ポタンポタンと同じ感覚でずっと音がしています。それは嫌に耳に残り、清瀬さんはすっかり目が覚めてしまいました。外は雨が降っていましたから雨漏りと最初思ったのですが、清瀬さんは、いや違う、これは雨漏りなんかじゃないとすぐ分かりました。それは雨水のようなさらさらとした水の垂れる音ではなく、もっとねっとりとした水より濃度の濃い何かの液体がポッタンポッタンと滴っている音に聞こえました。その時清瀬さんはハッとなり、これは人間の血液だと分かったそうです。不思議にも彼の脳裏には天井から血がポタポタとずっと滴り続けている映像が見えていました。するとその音とともに、そこに得体の知れない何かがいる気配を感じました。清瀬さんは、これは幽霊だ、そう思ったそうです。男なのか女なのかも分からず、ただ気配だけがありました。その音と気配がするところは清瀬さんの頭の少し先あたりでしたが、あまりの恐怖に振り向いて確認することができなかったそうです。そして清瀬さんはずっと布団の中で血の垂れる音と何かの気配に耐えながら、じっと夜が明けるのを待っていました。すると空が少しずつ
しらじらと開けてくると、その音も気配もいつの間にかなくなっていました。すっかり辺りが明るくなったので、清瀬さんはすぐ布団から起きて、昨夜血が垂れる音がしたところを見てみたそうです。すると昨夜はお酒も入り、疲れてすぐ寝たので気がつかなかったのですが、そこには床の間がありました。一晩中血の垂れる音がしたところは床の間でしたが、もちろん血液など一滴もなく、雨漏りもありませんでした。清瀬さんはもう一時もここにはいたくないと思い、すぐ身支度をして民宿を出ることにしました。その帰りには清瀬さんは民宿の人に、夜通しずっと部屋で気味の悪いポタポタと何かが垂れる音がして眠れなかったよ。あれは何ですかと話したそうです。すると民宿の人は苦笑いをして、はあはあとただ聞くだけで拉致が開きませんでした。清瀬さんは仕方なく会計を済ませてすぐ帰ったということでした。さて、それからしばらくは清瀬さんは別のエリアを営業で回っていたのですが、また群馬県の A 市を回ることになりました。そしてまたその日も回るのに時間がかかり、すっかり遅くなってしまいました。そこで再びどこかに泊まらなくてはならなくなったのですが、この辺では宿泊施設は例の民宿しかないことは分かっています。清瀬さんは仕方なく他の部屋なら大丈夫だろうと考えて民宿に泊まることにしました。すると何の因果かまた同じ部屋をあてがわれてしまいました。そこで清瀬さんは民宿の人に、この部屋だけは勘弁してください。他の部屋に変えてくれませんかと正直に頼んだそうです。すると民宿の人は、ああ、あなたもですかと言ったのです。清瀬さんは驚いて、それどういう意味ですかと尋ねると、民宿の人は、部屋に泊まった人からよくクレームが来るんですよ。変な音がするとか、おかしな人が出るとか、そう答えました。清瀬さんはやっぱり自分が感じたことは気のせいじゃなかったと確信しました。そしてその夜は別の部屋に変えてもらったのですが、その部屋では何事もなく朝を迎えられたそうです。それ以降清瀬さんはその民宿に泊まることはありませんでした。ただその後も群馬県の A 市での営業は続けていたそうで、そんなある日地元の営業先の人と軽い世間話をしていた時でした。清瀬さんはふと古民家の民宿での怖い体験を思い出し、その人に何気なく話してみました。するとその営業先の人は、その民宿ってどの辺のどんな感じのところでしたかと意外にも真剣な様子で聞いてきたそうです。そこで清瀬さんはできる限り詳しく説明したところ、その人からとても興味深い話を聞きました。それは以前群馬の地方テレビ局で怖い話の特集番組を放送していたそうで、その中で A 市にある民宿での怪奇現象を紹介していたということでした。驚いたのはその民宿のある場所や特徴から清瀬さんが泊まった宿に間違いないと分かりました。そしてその地方局の番組スタッフが怪奇現象とその原因を検証したそうです。そのおかしな現象に遭遇する部屋というのがまさに清瀬さんが泊まった部屋でしたが、過去に事件事故のような忌まわしいことは一切ありませんでした。ではなぜ怪奇現象が起きるようになったのか、さらに番組が掘り下げていくと、たった一つだけ興味深い真実がありました。実は怪奇現象が起きる部屋はもともと古民家だった母屋に増築して建てた部屋でした。つまり民宿を営業するにあたり部屋数を増やすため母屋にさらに付け足した部分だったそうです。そしてその増築に使用した木材は
近くの墓地の中にある木を伐採したものだったということでした。一昔前まで地方ではまだまだ土葬が一般的でしたから、伐採された当時のお墓の周りにある樹木はその埋葬された遺体を養分に大きくなったものが多かったはずです。そういった経緯があり、怪奇現象が起きるようになったのではないかと番組では結論付けていたそうです。それを聞いて清瀬さんは、おそらくお墓の木はあの床の間の材料にも使用されていたのだろうと思いました。廃屋の材料にそこに住んでいた人の念が残ることがありますが、このように伐採した新しい材木にも人の念は染みついている場合があるということなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。